チャンネルです。前回ゲストとして参加させていただいた、明治大学の川島典久です。今日はですね、そのホスト役に回りまして、ゲストとして、藤田慎之介さんを、お呼びしました。で藤田さんはですね、後で自己紹介していただきますが、DN アーキーパートナーで、北九州市立大学の准教授で、構造化、構造エンジニアとして、活躍されている方です。で、今回、私がですね、藤田さんとお話ししたいなと思ったのはですね、まず、藤田さんは建築構造デザインのその実務だけではなく、プログラム開発も自分で行って、さらに研究もやり、さらにそれを教育に展開するといったような、このかなり幅広い活動をされている方ですね。で、私は環境エンジニアリング、建築デザインに環境シミュレーションを使って建築デザインをみたいなことをやってるんですけど、一方で建築構造デザインのその情報技術の活用の仕方って非常に進んでるなと感じていて、それがやっぱ構造、藤田さんがスーパーマン的なところもあると思うんですけども、やっぱ構造デザインの特質等もあるんじゃないかなと思っていて、そういった構造エンジニアリングと環境エンジニアリングの、共通している部分とか、もしくは逆に言ったら差異の部分とかについても、今日議論できたらなと思ってお声掛けさせていただきました。というわけで、まずはですね、藤田慎之介さんに、自己紹介からしていただきたいと思います。藤田さん、今日はどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。川島さん、お久しぶりです。私はですね、今、株式会社 DNA アーキという構造設計事務所を、共同主催しております。事務所は東京にあるんですけれども、私自身の体はですね、北九州にありまして、北九州市立大学という福岡にある公立大学で構造系の研究室を持っております。北九州に来てからも3年目になりますかね。研究者としては、最適化とか形態創生とか、そういったものを、学生の頃からやってたのを続けていて、実務者としては、基本的には、30代、40代の建築家と一緒にコラボレーションしながら、仕事の半分ぐらい木造住宅とかを中心に、構造設計をしていて、時々そういう形態創生とか最適化とか情報技術、デジタル技術を、ちょこっとだけ活用したようなプロジェクトも時々やってるというような形ですね。これぐらいで大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。で、あれですよね。藤田さんは、その学生の頃から、そういったその携帯創生とかっていうことで、その時からもうコンピューターを使った構造解析等をやっていたっていうことなんですよね。そうですね。僕は学部が名古屋大学なんですけども、大森宏先生っていう、構造形態創生とかそういう分野では高名な研究者の先生の研究室出身で、大学院は今も京都大学で教授をされてらっしゃる尾崎誠先生という最適化とかの専門分最適化とか形態創生とかの研究者として、大森先生と同じく第一人者で、業界を引っ張ってこられてきている先生のもとで学んだので、もうそういう数値解析、自分でプログラミングして、で数値解析して、結果を考察してっていうのは、もう学生時代からずっとそういう畑を歩んできたところはありますね。そうですよね。だからそういった意味では、まさにやはりその構造分野っていうのは、そういったコンピューテーショナルなことをやるという意味で、一番その歴史があると思ってるんですけど、そういった意味で、そのコンピューターを使った構造エンジニアリング、構造デザインといったことをやってきた藤田さんにとって、まずその情報技術ってどういうものだというふうな位置づけなのかとか、そういったことについてお話しいただけたらなと思うんですけど、いかがですか。一言で言うのはちょっと難しいんですけど、特に最近考えていることで言うと、情報技術っていうのは、建築の設計の中の話で言うと、衣装は衣装で衣装の情報を持っていて、構造は構造で応力がいくつだとか、断面これぐらいになりますとかっていう情報があって、設備は設備で
環境でそれぞれ情報を持っていて、それをこう共有してコミュニケーションを取りながら作っていくっていうのが設計プロセスだと思うんですけど、それがやっぱり共有することに結構マンパワーを割いてる部分があると思ってるんですね。で、そこを共有する、なんていうんですかね、情報技術があれば、そういう異分野の人とのコミュニケーションを情報技術を使ってできるというところで、やっぱり他の分野の人とのコミュニケーションを図るための翻訳ツールがやっぱり情報技術の非常に大きな役割の一つなのかなっていうのは思ってますね。なるほど。それっていうのは、だから実は、まあもちろんその難しい計算をするっていうことよりも、むしろ、あれですか、そのやっぱり普段の実務だったりっていうところで、相手に伝えるところの方が、まあ要は可視化の部分ってことですよね。そうですね。まあそこの方が、その設計をドライブさせるために、まあ、重要だって感じているとか、そういうことなんですか。だから結局そのまま、まあ、通常の設計実務だったら、例えば構造設計だと解析ソフトを回して、で結果を引き取って、でもその結果をそのまま衣装の人に投げるわけにはいかないので、こう自分でこう衣装の人に伝わるようにこうモディファイして伝えていくわけですけども、やっぱりそういう部分で結構なんていうんですかね、情報を一回変換する作業とかっていうところが生じているので、僕としてはですね、その情報をそのまま再変換することなしに、一つの情報はもうみんなで使い倒したいっていうのがずっとあって、それができればかなり省力化になると思うんですよね。で、一番こうなればいいなって思ってるのは、まあ、プラットフォームを共通化したいっていうのがあって、例えば構造計算ソフトって当然、衣装の人はそういうソフトウェア持ってないですし、構造設計者だけが持っているソフトウェアで、それを見れるのは構造設計者だけで、で、多分、設備とか環境もそうだと思うんですけど、でそれをだから、共通のプラットフォームで可視化してみんなで見れるようにすれば、非常にそれは省力化になるなというふうに思っていて、だからそれを一番突き詰めたいっていうふうに思っていて、なんでかっていうと、昔はもう寝食忘れて設計に没頭して、なんか夜中の12時過ぎても仕事してるみたいな時代だったと思うんですけど、もう今そういう時代じゃなくなってきてるので、事務的な作業っていうのはもう極力減らしたいっていうのがあるんですよね。で、加えて、まあ、僕なんか大学の、まあ、川島さんもそうですけど、大学の仕事もやってると、設計する時間どんどん削られていくんで、だからそういう意味で、省力化っていうのが一つ、情報技術を建築の設計の中でアプライする上で一番こう効果的に機能してくれるんじゃないかなとは思ってますね。っていうのは、あれですよね。確かに、要は誰でもが、まあ、プラットフォームにするっていう部分もある。まあ、プラットフォームを作るっていう意味で言ったら、それは別にあれですか、衣装設計者がもそれを使えるようになるってことをイメージしているのか、ただ先ほどのような、まあ、可視化して情報共有をできさえばすればいいっていう、できるところまでいければいいっていうイメージなのか、どっちですかね。基本的には後者ですけど、ただ、後者がうまくいけば、ある程度衣装の方でも、多分これはダメなんだろうなとか、これは多分そこそこいけるんじゃないかとかっていうのが、別にこっちが、軌道修正しなくてもある程度走ってくれるところもあると思うんで。あれですよね、その藤田さんが最近開発されているオープンシリーズフォーグラスホッパーってあるじゃないですか。はい。ああいうのはまさにそれのことですか。そういったプラットフォームで。そうですね。まあ、最近やっぱりライのグラスホッパーはみんなもう基本的に使い始めてるじゃないですか。まあ、日本はちょっと遅れてますけど、それでもようやくここ2、3年、4、5年ぐらいですかね、割と使っている設計事務所も
増えてきたんで、まあ、それは一つ共通のプラットフォームだとすると、まあ、そこで動かせるソフトウェアだったら、僕だけじゃなくて、他の分野の人も、いじれて中身を見れるし、あとはですね、僕、大学の授業で構造解析の授業を持ってるんですけど、そういう選択必修の授業で、構造に行こうとしてる人以外の人の方が履修者多かったりするんですよ。で、そこで構造設計の専門のソフトウェア使っても、将来、構造に進まない人にとっては、まあ、ツールとしては役に立たないわけですよね。まあ、当然、その、ソフトウェアを使って、その解析結果を見て、そこで得る学びっていうのは当然あるんですけども、ただ、まあ、プラットフォームが後々将来的に全く使わないものになってきちゃうので、それだったら、まあ、僕が、もともと僕自身の仕事を楽したいっていう、僕はあんま働きたくないので、もう夕方には家帰って娘をお風呂に入れて家族で飯食いたい人なので、省力化のために作ってるソフトウェアであるんですけど、まあ、プラットフォームがそういう衣装の人も使うようなプラットフォームだったら、将来構造に行かない学生にとっても、それを使った授業だったら、まあ、将来多少なりとも、役に立つのかなと思って、教育ツールとしても使ってますね。なるほど。だからあれですよね、環境もそうなんですけど、構造の世界も完全に専門分化されて、例えばここの構造のことに関しては全部構造設計者がやるもんだよっていうふうにやるよりかは、ある一定のところまでは別にわざわざ構造の専門家が、検証するまでもなく、今衣装設その構造のことにも興味がある衣装設計者ぐらいだったら、そういったことも自分でやったらいいんじゃないですかとか、多分そういうことですよね。どんどん境界を曖昧にしていくっていうことですよね。そうですね。ただ、誤解がないように言うと、それで衣装任せにするってことでは全くないんですけど、で僕もだから逆に言うと、僕割と衣装の人に口出す方なんですけど、それダサくねとか言っちゃう方なんですけど、でもその衣装も衣装で、それって持つんじゃないですかとか、そう言ってきてほしいところはあるんですよね。やっぱそういう意味でも、一つの情報技術が一つの共通言語になったら、そういうキャッチボールは多分もう少し活発になると思うんで、それはやっぱ設計のクリエイティビティの向上にもつながるのかなと思ってますね。なるほど。だから、そういったプラットフォームで、可視化で共有化して、でさらに省力化、してっていう話になってきて、でそうするとやっぱり最後のやっぱクリエイティビティの向上の部分で、何かどういったところが残るのかっていったところも気になるところですよね。そのあたりってどこに一番、コンピューテーショナルな技術を使った構造デザインの最もクリエイティビティが残っている部分、残るだろう部分ってどこだと思われてますか？コンピューテーショナルデザイン、建築情報学会チャンネルなので、情報技術という言葉で話すと、僕は今のところ僕が注力しているのはやっぱ省力化の部分なんですよね。で、構造設計の仕事をしてて一番楽しい時って、建築家と構造計画の初期段階でやり取りして、ああでもない、こうでもないってやってる時間が一番クリエイティブだし、一番楽しい時間なんですけど、設計の仕事のうちのそれが100% だったら嬉しいんですけど、そんなことはなくて、やっぱり現実はですね、日本の建築基準法厳しいですし、構造計算書も小さな建物でも100ページ超えだし、大きな建物だったら1000ページ超えのドキュメントを作らなきゃいけないとか、それって完全に事務作業なんですよね、そういうところって。で、僕はもう事務作業は全部コンピューターにぶん投げたいと思っていて、で、それはあくまで省力化でしかないんですけど、今の時代、それやっぱりしないと仕事回っていかないっていうのも感じていますし、とにかくクリエイティビティのある仕事だけしたいっていうのがあって、それ以外のところはもう全部コンピューターに任せちゃうと。そうすると逆算的に、クリエイティブな時間っていうのは増やすことが
相対的に増やすことができるんで、そういう意味で言うと、省力化っていうのは、クリエイティビティの向上につながるんじゃないかなとは思いますね。あとは、省力化っていう話以外で、純粋に情報技術がクリエイティビティの向上に寄与するところで言うと、やっぱりファブリケーションの部分で、寄与する部分が大きいんじゃないかなと思っていて、今は3D プリンターとかCNC ルーターもそうですけど、3次元の複雑な情報っていうのを、昔はもうそれ解像度めちゃくちゃ落として施工しやすい形でやるっていうのが当たり前だったと思うんですけども、今技術的にはそういう3次元の複雑な情報を解像度を落とさなくても、そのままファブリケーションやアプライできる時代になってきてると思うんですよね。で、そういうそれはやっぱり昔になかったことなので、建築のアウトプットに対するクリエイティビティの向上に情報技術が寄与しているのは間違いないかなと思っていて、ただデジファブに関してはスケールの問題がまだ残されてますし、あとはコストの、スケールの問題とコストの問題がどこまでクリアできるかに尽きるのかなと思ってますね。省力化とクリエイティビティと向上2つでいうと、今考えているのはそんなところですかね。でもあれですよね、藤田さんって、それこそ最初の話に少し戻るけど、携帯創生の話とか、シェル構造の話とか、そういったことが一つの研究の専門分野ですよね。はい。で、そこの分野っていうのは、コンピューターでしか計算できない部分だと思うので、そこのクリエイティビティみたいな部分っていうのは、当然ありながらみたいな、そういうイメージでお話しされてるってことなんですか？そうですね。おおむねそうです。なんかそういう、その今の携帯創生とか、そういったそのシェル構造とかの分野で、かなり最近それこそ、かなり複雑な形態を高度計算して、それがさらにファブリケーションまでつなげることができて実現してきてると思うんですけど、なんかこの先ってどういうところがまだできてないこととか、どういう未来があるっていうふうな議論がされてるんですか？なかなか難しい質問ですけど、やっぱり最初の話に戻っちゃうんですけど、まだやっぱり情報技術が一般化してきてないので、要は僕がもうやりたいのはもうプラットフォームを一つにもう共通化するっていうのがやっぱ一番自分が楽したいので、楽するためにはそれが一番やりたいことなんですけど、結局、それでそういう考え方に基づいているのが BIM だと思うんですけど、ただBIM は正直僕の事務所もまだ導入してないんですけど、ちょっとサブスクの値段を回収できるだけのメリットをまだちょっと見出しそうにないっていうのがあって、それはなんでかっていうと、ゼネコンさんとか、そういう大きな組織が扱っているタワーマンションとか、ああいう多分構造物に対しては、BIM ってすごいメリット出せると思うんですけど、スケールメリットがあるんで、国交省も2025年までにBIM を推進してとか言ってますけど、それどこ見てるかって言ったら、やっぱりそっちの方向を向いてるんで、僕らみたいな小さな木造住宅からやってるような、そういうところで見てないと思うんですよね。視野に入ってないと思うんですよね。で、なんでそれでBIM っていう共通プラットフォームがあるのに、それが一般化してないかっていうと、まだメリットは出せないからっていうのがあって、で、結局それは、例えば僕だけ、例えば BIM とか BIM が使えるとなったとしても、他の人が使えなかったら、全然それメリットにならなくて、付き合ってる建築家とか、周りの、あるいは現場の人とかも含めて、周りが全員使えるような状態になって初めてメリットが出ると思うんですよね。で、そこがまだない。で、それは、杉田先生広小大の杉田さんなんか精力的に学部で教育もして、社会人向けに教育もしてってやってますけど、やっぱりそういうところから情報リテラシーを高めていくことが必要だと思っていて、だからやっぱり僕も教育
最近、北九州市立大学に来てから、かなり教育に力を入れているんですけども、やっぱりそういう情報技術を活用した授業とか、そういうリテラシーを教える教員っていうのは、うちの大学には多分僕しかいないので、僕もそんなにいろいろ知っているわけではないんですけれども、でもやっぱり、もうそういう教育をしていかないと、その人たちが社会人になって、そういう共通のプラットフォームを使えるリテラシーを持っているような、情報リテラシーを持っている人材として羽ばたいていかないので、だからそこはもう、今は一部の大学がこう始めているっていうような状況だと思うんですけど、多分何年かするともう当たり前のように、必修科目として入ってくるような時代になるんじゃないかなとは思ってますね。あれですよね、もう北九州市立大学に、移って3年目、4年目とかですよね。3年目ですね。3年目ですね。はい、どうですか、その学生たちのその情報技術と構造デザインっていった観点に関する反応というか。反応は、僕はそのカリキュラムをガラッとこういじれるような権力持ってないので、自分の手の届く範囲でしかまだいろいろできてないんですけれども、初めてこう僕が着任して、僕の授業を受けて育った学生が今 M1 かな、研究室で、M1 が7人いるんですけれども、結構やっぱりそういう意味では割と成長していってくれてるかなっていう実感はありますね。最近はなんか構造系のコンペとかにもデジハブ技術とかコミュニケーショナル技術を使ってなんか出して、それで入選したりとかしてますし、そういう意味では割と全員が全員こう伸びてってくれてるわけじゃないんですけれども、少しこう芽は出てきているかなっていう実感はかなり嬉しい実感としてはありますね。でもあれですよね、やっぱり環境エンジニアリングもそうなんですけど、それこそ環境の分野だと、みんな最初にこう理論をこう教える授業がずっとこう続いちゃって、本当は環境からデザイン考えたいなって思ってる人が最初にこうくじけるみたいなそういったことが往々にしてあるんですけど、でも一方で逆にその環境シミュレーションの話だと、最近それこそ同じようにグラスホッパーのプラグインで、誰しもがとりあえずポチッと押すと、なんかよくわかんないけど、なんか綺麗なカラーコンタの絵が出るみたいな。で、なんか風が抜けてますみたいな、なんかそういう話になって、だけど、それがこの結果の意味がどういうことなのかとか、そういったことをわからないままなんかやってしまうっていう危険性もあるよねっていう議論ってよくあると思うんですけど、多分構造もそういう、それこそね、藤さんが、どんどんそのプラットフォームを作って、簡単になるほどそういった危険性ってこう出てくると思うんですけど、そこに関してどういうふうに教育の中で教えていくのがいいっていうふうに感じられてますか？そうだから、どこまでブラックボックス化していいのかっていう問題は、常に付随してくる問題で、全部ブラックボックスすれば絶対ダメで、もうそれは絶対ダメなんですけど、ただ結構やっぱり構造、環境もそうだと思いますけど、構造設計も解析の中身の理論を教えるのは、学部生に対しては結構ヘビーな、ましてや地方大学で教えるってなるとなかなかハードルが高いものなので、まずはやっぱり建築の、構造デザインの、楽しさに触れてもらって、で、理論はまず楽しんでもらってから後で、補完するっていうような形で、今僕学部の授業で建築構造デザインっていう授業と、あと、保全構造実験っていう授業の中で解析実験でオープンシーソーグラスホッパー使ってる授業があるんですけど、建築構造デザインの授業は一切数式使わない、もう絶対使わないって決めてて、それ他の大学でもやってる大学いくつかあると思うんですけども、それは決めてやってますね。で、2年生の授業でパスタトラスっていう実験、トラスコンテストをやるので、実際の実物作るやつですか？そうですね。それを経て、解析実験でバーチャルトラスコンテストっていうのを今年ちょっと
始めたんですけど、おそういう実構造と、あとバーチャルな空間の、両方の、構造の、解析とか実験とかっていうのを体験してもらって、実際にその解析の理論の中身っていうのは大学院で1回目の授業で理論を教えて、2回目の授業でその理論を Python でプログラミングして、3回目の授業で次の理論を教えて、またプログラミングしてっていう授業を大学院生向けにやってるんですけど、そこでブラックボックスにならないように保管をしてはいますね。なるほど。いや、そうなんですよね。だから一回こう理論から積み上げていって、最後に到達するんじゃなくて、最後一回見せてから理論にこう戻っていくっていう順番の方がより多分その分野横断的なことって起きやすいんじゃないかなって、僕も同じようにその環境のところで感じているので、すごく共感します。そうです。やっぱりちょっと社会で使われているところをちら見せしてあげないと、やっぱり学生のモチベーションが上がってこないってありますよね。なんかすいません、多分今さっきあと残り5分で出たんですけど、多分最後に建築情報係に期待することを聞きたいんですが、その前にもう一個だけちょっと聞きたいなと思ってたことで、先ほどから藤田さんって木造のことをもう最近多くやられてるじゃないですか。それこそ CLT 構造とかの面白いプロジェクトとか拝見したこともあるんですけど、そういった木造ならではのこういった構造のデジタル解析との関係とか、あとはもともとこうやってずっとコンピューターのことやられてきて、そういった先ほどの実物実験とか、そういうフィジカルなものにこう向かった時のこのギャップとか、そういったところがなんとなく面白いところなのかなと感じてるんですけど。まず、後者の質問が答えやすいので、答えると、僕はだから、もう学部生も大学院生の時も、もう全く実験やったことなかったんですよね。もう数値解析ばっかやってる研究室で、特に大学院の京都大学の大崎先生の、研究室で僕は修士と博士取ったんですけれども、そこの研究室はですね、96年に建築情報システム学講座っていうのを発足させたのが大崎先生なんですよ。多分その冠作ったのは多分大崎先生が初めてだと思うんですけど、だから非常に当時から、建築情報っていうものと構造解析っていうものをこう組み合わせた、もうバリバリもうバーチャル空間の中でパソコン、たかだか A3 画面のパソコンの中でやってるっていう。で、ただその時はまだ、僕は2000年代後半でしたけど、まだやっぱり、今はね、もうみんな、ライノグラスホッパーとか流行りだして、当たり前のように使ってますけど、まだそういう時代じゃなかったので、僕が学生の時は。やっぱりちょっと不安に感じて、で、就職は金箱構造設計事務所っていう、アトリエ系構造設計事務所の、王道中の王道だと僕は思ってるんですけど、やっぱりそういうところで、しっかりと、もう王道のこの実務に触れて、自分の足りない部分を補完したいと思ったんですけど、やっぱり解析だけやってる人間って結構スケール感がなかったりとかして、かなり苦労しましたし、多分非常に出来の悪い商品だったなとは思ってますね。ただやっぱりそれを、そういう、アナログっていう言い方は正しくないかもしれませんけど、そういう、経験を踏まえて言ってる間に、なんか時代が少し変わり始めて、学生時代にやってきたことが、何かこう、もう実務でも、こう、いろいろ使ってる人が増え出して、それで、もう一回、こう、そういう、僕がもともと持っているその技術を使う世界にこう戻ってきてるっていうところがあって、一回こうアナログに出てから戻ってきてるので、かなり、どういうところにこういう技術をアプライすればいいかっていうところも見えてきていますし、そういう意味でもかなり幅が広がったなと思ってます。一つ目の質問なんでしたっけ？木造ですね。その CLT とか木造とかそういう、なんていうんですかね、解析しづらいと思うんですよ。木材ってやっぱりこう自然物でもあると思うので、扱いづらいと思うんですね。鉄骨造と比べると。だから木造はやっぱり実際実験しないとなかなか難しいところはありますよね。で、こっちに来てから僕するようになったんですけど、
っとまだ世の中で使われてない接合部を使ったりとかっていうことを今ちょっとCLT のプロジェクトでやったりしていて、それはもう実験ベースで、実験で得られた復元力特性を入れて、構造解析にフィードバックしてっていうようなことをやったりしてますね。それはやっぱり実験じゃないと、今のところ正しいことは分からないんですけど、ただ実験も僕は将来的には、情報技術で乗り越えられるところの一つだかなと思っていて、結局建物そのものの大きさのものを実験ってできないじゃないですか。絶対縮小実験になりますよね。で、今防災研でなんかデジタル振動台じゃないですけど、スパコンでもう精巧に本物スケールのものをバーチャル空間でモデル化して数値解析して実験するっていうのをやり始めてるんですよね。だから、実際に本当に大きさのものの実験っていうのは実際にはできないけれども、それは情報技術を使えばできると。なるほど。その話めちゃくちゃ面白いですね。なるほど。やばい。あと残り1分。じゃあ、こんなところで、まだまだいろいろ聞きたいところはあるんですけど、じゃあ最後、建築情報学会に期待することを聞くというのが、通例になっているとのことですので、ぜひ、藤田さんからそこについて語っていただいて終わりにしたいと思います。お願いします。一つはやっぱり教育面で横のつながりがちょっと欲しいっていうところがあって、そういうコミュニティ作りの一つの、基盤となってほしいっていうところがあるのと、あとはですね、結局こういう情報技術とか、多分今の日本の大学ってアウトプットって論文じゃないですか。でも情報技術で新しい、例えばツール開発しましたとか、新しいシステム作りましたって、なかなか論文にならないじゃないですか。アウトプットの仕方がやっぱりちょっとそうじゃなくて社会実装だったりとか、ツールを世の中に出したりとか、そういう方向性なので、それをなんていうんですかね、それの受け皿となるようなアカデミーは多分ないと思うんですよね。なので、そういう一つの受け皿が建築情報学会がそういう受け皿になってくれたらいいっていうのと、あとは情報って建築だけじゃないので、機械の人とか他分野の人が多分建築情報学会に入ってくれるんじゃないかと僕は期待していて、そうするとやっぱり建築だけで閉じてなくて、情報技術を介して多分これも異分野の人と情報技術が共通言語になってコミュニケーションができるので、そういう意味でそういう分野横断の一つのプラットフォームになってほしいなっていうところを期待しています。ありがとうございます。完璧なコメントだったと思います。じゃあ、これで今回の、トークは終わるのですが、次回に向けてですね、告知をさせていただきたいと思います。ですね、これまでテレフォンショッキング形式でちょっとずつリレー形式でゲストを呼んでってことをやってきたんですが、ここで一旦ですね、少し流れを変えるということで、次回はですね、11月の26日ですね、に東京オリンピックのエンブレムのデザイナーであり、今回の建築情報学会のこのロゴをですね、デザインされている所浅尾さんがゲストです。で、ホストとして、豊田圭介さんが、ホストで、めちゃくちゃ楽しみな。行われるということですので、私も確実に見ますが、ぜひ皆さんお見逃しなく、見ていただけたらと思います。では、藤田さん、今日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ちょっと時間をオーバーしました。いえいえ。